こんにちは、K です。今回はおしゃれなカフェのテラス席をスケッチしましたので、私なりの描き方を紹介いたします。今回のスケッチは風景画なんだけどカフェをスケッチしたので、食べ物が組み合わさったモチーフの風景画となります。おしゃれなカフェで食べ物だけではなく、もう少し範囲を広げたような絵を描いてみたいと思っている方に、今回紹介する私の描き方が参考になればいいなと思っております。それではスタートです。それではペンで線画を描いていきます。今回はペンで線画を描く前にラフをざっくりと描きました。ラフの線を参考にして、この後ペンで線画を描いていきます。ペンは桜クレパスさんのピグマペンを使っております。紙はターレンスさんの絵を描く手帳シリーズのスケッチブックとなります。まずはテーブルから描いていき、メインの食べ物のコーヒーカップを描いていきます。テーブルがだいたい描き終わったら、次に椅子を描いていきます。描くのが大変に感じるかもしれませんが、ちょっとずつ物として見てみると、描き切ることができると思います。一個ずつ焦らずに描いていきましょう。絵のメインの部分にあたるテーブルと椅子のセットが描き終わったら、続いて手前にある植物のグリーンを描いていきます。続いて床のタイル模様を描いていきます。スケッチの参考にしたお写真を見ながら描いていくけど、タイルの数とかはお写真通りでなくて OK です。なんとなくランダムに描いていくのがポイントです。ここで使っているペンを 0.5mm のペンに変えます。このペンを使って手前にある植物の縁の太さを太くしていきます。もともと描いた線の上からなぞっていく感じで線を太くしていきます。太さの違うペンを持っていなくてペンが1種類しかないよって方は、同じペンで上からなぞって線を太くするのでも全然 OK です。また太さの違うペンを持っているけれど、ペンを変えるのが面倒って方も、そのままのペンで上からなぞるのでも全然 OK です。太さの違うペンを使うことで、一気に線の太さを変えることができるので、楽なので、今回はペンを変えて、太さを変えてみました。絵を描いている時の自分の気持ちに正直になるのが、ストレスなく絵を描くことが楽しめると思います。なので、めんどくさくない人だけ違うペンで描いてみるっていうのがいいかなと思います。手前のものたちが描き終わったので、続いて風景を描いていきます。メインの椅子の後ろにある植物から描いていき、徐々に広げていくイメージで描いていきます。背景は描けるところだけ描くで OK です。
今回のドアは特徴的なドアとなっており、書くところが多く難しく感じるかもしれませんが、特徴的な部分がたくさんある方が目安にしながら書けるので、書き進めていったら意外と楽しく書くことができます。手前のメインのテーブルや椅子と被っていて、書くのが難しいと感じたところは無理して書かなくて OK です。書けるところを見つけながら書いていくっていうのがいいかなと思います。背景にはおしゃれな照明があります。人によるのかもしれませんが、やっぱり私はドアと一緒で、そういった特徴的なものが書いていて楽しいと感じました。ただね、書くまでの一歩踏み出すまでは、私には書けるかなって不安なね、気持ちがあって、書くことをね、ためらってしまうってこともあると思うんですけれども、いざ書き出したら案外書けたってことはよくありますので、踏み出す一歩がね、大事かなと思います。せっかく一歩踏み出して書いてみたけど書けんかったってこともね、もちろんあります。たとえ書けなかったとしても、その一歩を踏み出さなかったら自分には書けないってことに気づけなかったと思います。書けなかったことでもっと練習して次は書けるようになりたいって思うかもしれないし、逆にこういう絵は描いていて気分が乗らないから私には向いてなかったんだなとか、いい意味で諦めるきっかけになるかもしれません。そこからどうするのかはその時の自分次第だと思います。なのでね、とりあえずえいやの気持ちで書いてみるのが大事かなと思っております。背景がだいたい書けたら、細かいところを書けるところだけね追加して書いていきます。細かいところも書き終わり、ラフの線を消していきます。ペン線が完成と思ったのですが、このスケッチのメインの部分の椅子やテーブル、コーヒーカップなどね、こちらの部分がぼやっとしている気がしたので、改めてまた太めのペンに持ち替えて縁をなぞるようにして線を描いていきます。今度こそ本当にペン線画が完成しました。手前にある植物のグリーンの線の太さも太くしたのもあり、そして椅子やテーブルなども線を太くしたことで、全体的に線の太さが馴染んだ感じがします。だけどメインと思う部分は目立たせることができて、メリハリのある線画になったかなと思います。それではこの後色塗りに入っていきます。色塗りは水彩絵の具と水彩ペンを使います。まずは水彩絵の具を使って色を塗っていきます。水彩絵の具はウィンザー&ニュートンさんの水彩絵の具となります。まずはこの絵の広範囲を占める部分から塗っていきたいと思います。
明るい青のセルリアンブルーと明るい緑のサップグリーンを混ぜて青緑のような色を作りました。青の割合が多い青緑の色を作りたかったので、追加で青のセルリアンブルーを足して色を作りました。試し塗りもしてみましたが、正直この段階ではこの色かって感じではあったんですけれども、好きな色が作れたのでこちらの色を塗っていきました。背景のドアや壁に当たる部分に全体的に塗っていきます。参考にしたお写真を見ると、もっと濃いブルーグリーンのような感じに見えると思いますが、全ての色を参考にしたお写真通りに塗らないといけないというわけではありません。私がスケッチするとこの色になるんだと思って、自分の直感のまま自分の感性を信じて塗っていくのが色塗りのポイントかなと思います。この後にもう少し色を濃くしたいなと思ったら塗り重ねていけばいいので、一旦はこの色を塗っていきます。ドアや壁の色が塗り終わったら、次は床、地面って言った方がいいのかな。今回は床と言わせていただきます。そのタイルを塗っていきます。グレーと茶色の中間のような色を作って塗っていきました。使った色はドアや壁で塗った青緑の絵の具が少しパレットに残っていたので、そこに茶色のバーントシェンナを混ぜた色となります。次にこのスケッチの植物のグリーンを感じる部分すべてに色を塗っていきます。使った色はタップグリーンとなります。植物のグリーンを塗る時のコツは、少し隙間を空けながら筆をポンポンと叩く感じで塗ってあげると、葉っぱっぽい感じが表現できると思います。床のタイルの部分にも緑を感じる部分があったので、そこにも塗りました。続いて黄土色のイエローオーカー、明るい青のセルリアンブルーを混ぜて色を作りました。作った色を試し塗りをして色を確認します。その色をテーブルと椅子の色に塗っていきます。椅子やテーブルの下の方の影になっているところは濃い青のウルトラマリンを混ぜて色を改めて作り塗っていきます。少し絵の具を塗りすぎてしまいました。すぐだったら布巾でポンポンすると絵の具が薄くなります。これは完全に水彩絵の具を自己流で描いてきた私なりの解決策となります。なのであくまでも私のやり方となりますが、参考になりましたら嬉しいです。絵の具が薄くなったら再度色を作って色を塗っていきます。先ほど椅子やテーブルで塗った青っぽい色がパレットに残っているので、そこにイエローオーカーを追加で混ぜました。混ぜた色を椅子やテーブルの影になっている下の方に改めて塗っていきます。今塗った椅子やテーブルに塗った色を背景の茶色を感じるところにも塗っていきます。
塗りたい場所が塗り終わった時に絵の具がまだパレットに残っている時には、ついでに他の場所でこの絵の具使えないかなって探します。塗ってもそんなに違和感がなさそうなら絵の具がもったいないので、ついでに塗るってことはよくやります。背景の壁の照明の明かりを感じるところにも塗ってみました。作った茶色の色がイエローオーカーが多めの割合だったのもあり、照明の光にもぴったりな色合いでした。続いて植物の植木鉢を赤茶色のような色を作って塗っていきました。少し塗りすぎてしまったのでこの後調整しますが、いいアクセントカラーになったかなと思います。使った色は茶色のバントシェンナと赤オレンジのような色のカドリウムレッドを混ぜた色となります。この色を使って背景の壁の照明の色味も調整しました。先ほどよりも黄色っぽくなり、より照明感が出たかなと思います。続いて濃い青のウルトラマリンを新たにパレットに取りまして、そこに先ほど椅子やテーブルに塗った茶色の色を混ぜました。試し塗りもしてみましたが、グレーっぽい青のような色が出来上がりました。背景のドアの窓の部分の暗いと感じたところに塗っていきます。次にいよいよテーブルの上のメインのコーヒーカップを塗っていきます。先ほど背景のドアの窓に塗ったグレーっぽい青の絵の具があったパレットに、さらに追加で濃い青のウルトラマリンを混ぜて色を作り、青が強い色を作りました。同じ色で背景の正面の部分にも塗っていきました。そうすることで色に統一感が出たかなと思います。ドアの色も同じ色を塗り重ねて色味を調整しました。少しずつ塗っていきたかったので、細い筆に変えて塗りました。太い筆でも細かいところは筆先をうまく使えば塗ることもできますが、塗りすぎたら怖いなって思うときは細い筆の方がいいかなと思います。ここからは水彩ペンも使って色を塗っていきます。水彩ペンは呉竹さんのジグクリーンカラーリアルブラシを使っております。水彩ペンは王道の黄色の色のナンバー050イエローとなります。こちらの水彩ペンを使って照明の光を感じる部分の色味を調整していきます。ここでまた水彩絵の具に戻り、パレットに残っている黄土色を使って色味を調整していきます。椅子やテーブルなどの下の方、あとは奥側が色が濃いなって思うので、そこを中心に少しずつ色味を調整していきます。続いてパレットに残っている青の絵の具を使って床のタイルの色味も調整していきました。ほんの少ししか見えてない部分なので塗るのが大変なのですが、コーヒーカップに見えているコーヒーの色も塗っていきました。使った色はパレットに残っている黄土色にさらに追加で黄土色のイエローオーカーを混ぜた色となります。こちらは本当に細かい部分となるので、引き続き細い筆を使って塗っていきました。全体的に色味の調整も完了したので、ホワイトペンを使ってさらに仕上げをしていきます。
ホワイトを塗るところは縫いすぎてしまったと思ったところ、あとは光を感じるところに線を描く感じで塗っていきます。ホワイトペンは三菱鉛筆さんのものとなります。ホワイトを追加したらもう少し色味が欲しいなって思った部分があったので、水彩ペンを使って再度色を調整していきます。使った色はナンバー067マスタードとなります。椅子やテーブルを中心に水彩絵の具で茶色に塗ってあるところに塗り重ねていきます。全体的な影となる色をもう少し濃くしたいと思ったので、引き続き水彩ペンを使って色味を調整します。使っているペンはナンバー901オームグレーとなります。まずは床の影の色から調整していきます。続いて背景のドアの窓の四角の部分、そして背景の壁の部分にも影の色を追加していきました。少しペンの色が目立っているなと思ったところには水だけつけた筆で上から塗っていきます。そうすることでもともと塗ってあった水彩絵の具と重ねた水彩ペンの色が馴染みます。パレットにもともとあった青の絵の具に明るい青のセルリアンブルーを混ぜました。この色を使ってドアの色味を調整しました。これにて仕上げも完成です。色塗りも無事に完成し、スケッチが完成しました。今回のスケッチはペン線画の時に線の太さを変えたことで背景とメインの部分がね、はっきりわかる絵になったかなと思います。そして色塗りは少しずつ色を塗り重ねていったこと、ホワイトを使ったことで光と影を表現できたかなと思っております。今回はおしゃれなカフェのテラス席のスケッチから私なりの描き方を紹介させていただきました。今回のスケッチは全体的には風景画なんだけど、コーヒーカップという食べ物の部分が組み合わさった絵となり、風景と食べ物のどちらも描かなきゃいけないことで難しく感じてしまった方もいらっしゃったかもしれません。難しく感じてしまった方は最初は食べ物の部分を描くことからスケッチを始めて、慣れてきたら今回のように背景も広げて描いてみるっていうのがいいかなと思います。おしゃれなカフェ全体を描いてみたいと思っている方に私の描き方が参考になりましたら大変嬉しいです。YouTube ではこんな感じで私のスケッチを発信しております。これからの発信にも興味を持っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、今回のスケッチや動画が良かったよって思っていただけましたら、グッドボタンも押していただけたら大変励みになります。書いてほしいものとか、話してほしいお話などありましたら、ぜひコメントから教えてください。今回の動画の感想もありましたら、ぜひ教えてください。今回の動画の内容はブログの記事にもまとめておりますので、文章でじっくり読みたいなって思っていただけた方は概要欄にリンクをね貼っておきますので、こちらからぜひチェックしてみてください。ここまで見てくれて本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。